今日は5分クッキングです5分で作るトッポギ、チャレンジしてみました。完成したのこちらです。開ける前にまず作るシーンからどうぞ。はい、こちら材料です。薄くスライスしたね、ちょっと火が早く通りそうなスライストッポギと、文もじゃもね、ちょっと細めのやつですね。火が早く通るように。どっちも水につけておいてます。あと、お湯と、キルバサ、鼻の輪っかみたいな牛さんが鼻につけてるようなやつと、鶏ガラスープですね。あと、コチュジャンで蜂蜜です。いきます。よーい、スタート。早く沸くように強めでいく。で、キルバサチンします。崩れたのがボロボロ。火通った。よし。あとはね、これチーズは余熱でいける。できたトッポギ柔らかい。完成しました。これちょっとね、余熱であとはいけると思うので、ちょっとだけアルミホイルをしておいて、これでお部屋に移ります。はい、完成したの開けます。いくよいけたか。チーズ溶けたか。いけましたね。あ、溶けてる。もうちょっとチーズ入れるタイミングが早くてもよかったかもしれないけど、まあいけるか。お、いけましたね。はい、こんな感じ。うわ、トッポギもちゃんと火通った。はい、5分でなんとかいけたようです。はい、こんな感じですね。チーズちゃんと、とろけました。で、飲み物。サイダーです。美味しい。めちゃくちゃ美味しい。じゃあちょっとこの韓国のね、ドラマとかでよく見る鍋で食べる感じ正直ね、文もじゃが心配。ちょっと砕けてるんですよね、この辺。ほら、大丈夫かな。うわ、チーズがのびのびだ。もう味付けちょうど美味しい。5分で十分てか5分がちょうど。美味しい。ちょっとこれやっぱりこの文もじゃ、このプルンプルンのゼリーみたいなやつなんですけど、これがちょっと砕けてるな。でもこのプルツルンとした食感は健在。美味しい。甘辛コチュジャン最高です。うわ、ちょっとグラタンみたいになっちゃったな。チーズ文もじゃをね。来た。これ文もじゃあります。プルンプルンすごい。ちょっとチーズの量入れすぎたけど、チーズ多いのはね、問題ない。美味しいから。もっちもち。辛さの加減もちょうどいい。そんなに辛すぎず甘すぎず。
なんか普通ちょっと土管みたいなこの円柱の形してるじゃないですか、トッポギって。いや、このねスライスしたのがまたこれはこれで美味しいんですよ。私何気にこっちすごい好きなんですよね。こっちの方が好きかもしれない、トッポギは。一旦キルバサ食べようか。これキルバサ、これどうやって食べる？ちょっとだけ切ろう。うわ、これがまた美味しいんですよ。本当にチーズの量がすごいな、こりゃ。ドバッと入れちゃった。うわ、チーズ祭りだ。キルバサ美味しい。めっちゃ美味しい。ただこれね、今回買ったのコンビニのキルバサなんですよ。やっぱり一番最初に流行ったスーパーで前買ったやつ、あっちの方が美味しいな。なんかちょっとねマスタードのつぶつぶがあっちの方が多いんですよ。で、あと味もねちょっとマスタードの味が入ってる感じ。こっちも入ってるっちゃ入ってるけど少ないですね。でも美味しい。トッポギトッポギじゃない、ドッグ。これあれだな、やっぱり5分トッポギなんで量とか気にしてられないんですよ。作る時にちょっとチーズをね入れすぎちゃうっていうトラブルは起こったけど、それ以外はまあ味とかそれは完璧だと思います。すごいわ。5分でこれができちゃうとはお手軽すぎる。忙しい時とか5分でパパッと作って食べるみたいな。このスライストックがすごい好き。チュルンとプルンともちっと。美味しい。
これね、今日だしだ使わなかったんですよ。私普段トッポギ作るときはだしだ作ることが多いんですけど、日本の方がたくさん見てると思ったので、だしだ使わずに鶏ガラスープで作ったんですけど、鶏ガラスープも結構美味しいですね。なんかだしだの方がやっぱりちょっと韓国のトッポギ感が出るのかなって感じもするんですけど、味的にはそんなに変わりはないかも。そんなに差はない。私やっぱ今回蜂蜜多めに入れたのが良かったな。すごい甘めにできて辛いんですけど甘さが強い分食べやすいです。これぐらいの辛さだとお子さんもいける気がする。お子さん食べるんだったらもうちょっと蜂蜜入れてもいいかも。砂糖とかね、水飴入れる場合もあります。美味しかった。めちゃくちゃ美味しかった。5分トッポギ全然5分で全然までいけるかっていうと、もうちょっとチーズをね溶かしたかったなって思うけど、これ多分私がねチーズ入れるタイミングが遅かったんですよ。もうちょっと早めにチーズ上からかけておいて蓋でもしておくとねもっと早いと思うんで、5分で全然いけるかなって感じです。下準備のトッポギとかを水につけておくっていうのはね、あれはそうですね。あれの時間を入れると5分じゃ無理かなって感じですね。ちょっとつけておきたいんで。でもね。そこは。はい。そんなに長い時間私もね、毎回つけてないです。ちょこっと水入れてつけて、あとちょっと他のね、準備とかやってる間に使ってるんで、それぐらいの時間ですね。ただ、今回使った文モジャを細いやつ使ったんですけど、なんかね、文モジャの種類のせいか、なんかはよくわからないけど、ちょっとこれ、ボロボロになっちゃう。なんか砕けちゃうというか、私今まではこの太い文モジャ使ってたんですよ。あれだとね、全然今日みたいになっちゃわないんで、ちゃんと原型をとどめて、こうね、極太麺みたいになるので、ちょっと文モジャは太い方使った方がいいかな。で、多分ね、太い方使っても5分あったら柔らかくなると思います。よかったらね、気になる方、急いでパパッと作りたい時とか5分トッポギいいですよ。文文字だとかね、中国タンメンとかも、中国タンメンはね、先に茹でなきゃいけないから、ちょっとあれは向いてないですね。あと、私なんとなく思うけど、今日スライス使ったけど、よくある円柱型のトク、あれでも全然作れると思う。多分、通ると思います。実はね、今日私5分トッポギやったんですけど、チーズとか分母茶とかですね、本当にトッポギだけでやるんだったら多分3分トッポギでもいけるはず。なんかね、ネットで見たのは3分トッポギだったんですよ。でも私さすがにちょっと3分早いなと思ってやらなかったんですけど、また機会があれば3分やってもいいのかな。もしできなかった時が怖いからちょっとあれだけど、もうちょっとシンプルに作る3分トッポギもいいかなとは思います。よかったら気になる方はね、ぜひ家でやってみてください。3分とかもチャレンジしてみるといいと思います。じゃあ今日もとっても美味しかったです。ごちそうさまでした。今日は韓国のトッポギを5分、今日は韓国
今日は韓国で。今日は5分クッキングです。